どうもこんにちは。今日はこのナンバー10とナンバー9の中物をやっていきたいと思います。前回釣り込みスクリーンネイマーでやって靴の形になりました。で今回はソール面ですね。今中底が見えてるんですけど、ここにコルクとかシャンクとかを入れてアウトソールがくっつけられるようにしていきます。まずシャンクを入れたいんですが、中底見ると分かりますかね。ちょっとこの部分へこんでるんですよね。このアーチのサポートのためにこの部分がへこんでて、このままだとちょっとシャンクを入れにくいので、まずウエスト部分だけコルクを入れます。コルクでこのへこみを埋めてからシャンクを入れていきます。シャンクには竹を使います。ホームセンターで売ってる竹なんですけど、それを割って削ってこんな感じにしてあって、今まっすぐですね。これをこのままだとこのウエスト部分にこんな感じで合わないので曲げます。普段僕キッチンのガスでやってるのでちょっと動画にできないですけど、どんな感じでやってるか雰囲気お伝えすると、これ水濡らします。いつも水でドボ漬けしてるんですけど、水濡らしますね。こうやってその後に今ライターでいきますけど、こうやって炙ります。炙ると曲がるんで、僕はこれワニで曲げてますけど、ぐーっと曲げます。そうするとこんな風に曲がったまま固まります。そんなにめちゃめちゃ曲がってるわけではないんですけど、これウエストに当てるとこんな感じでフィットします。曲げるときはこのウエストのここに合わせながらこれぐらいかなって調整して曲げています。でこれを貼り付けます。この竹シャンクの上に皮をかぶせます。僕は最近はこの竹シャンクとレザーシャンクのハイブリッドでやってます。こんな感じで少しウエスト部分に合うように竹シャンクをカバーできるように曲げました。これを貼り付けます。結構厚みがあるので、端っこの方は包丁で薄くしていきます。この靴のウエストは丸みを持たせたベベルのウエストにするので、このレザーシャンクを削ってここに丸みを作っていきます。はい、こんな感じでレザーシャンク入れて削りました。非常に伝えにくいですね。こんな感じになってます。まずコードバの方は丸みを持たせたウエスト、こちらは内側しかベベルドウエストにしないので気持ち丸みは抑えてます。こちらナンバー10の方は、こちらは内側外側どっちもベベルドウエストするので気持ちコードバよりもウエストの盛り上がりをつけてます。今からこの部分、この前のところにコルクを貼っていきます。
ヤスリでコルクを削っていきます。ちなみにこれはただ削ってるわけではなく、アウトソールを貼り付けた時に綺麗なソールができるような形にするっていうことと、あと歩いた時に歩きやすい形、歩きやすいこの底面形状にしておくっていうのを意識して作っています。前の方はかなり平坦に削ってしまいます。でこの辺りから丸みが出てきますね。ハンドソーンにおいてコルクっていうのはクッション性の役割っていうのはあんまりないです。クッション性は中底がグドゥヤに比べて2倍ぐらい厚みがあるので、そこで担保して、コルクっていうのはこのソールと中底の間を埋めて綺麗なソールを作るためのものという意味合いが強いです。ということで意外と中物も手間がかかってまして、この中物とかは結構いろいろ職人さんによってやり方違うと思うんですが、僕の場合はまずコルクを入れて、竹シャンクを入れて、レザーシャンクを入れて、さらにコルクを入れるという結構めんどくさいやり方でやってます。そしてレザーシャンクは硬化剤を塗って固めて強化しておきます。ということで中物できました。基本中身を入れるものは靴によって基本的には変えないので、見た目は同じ感じですね。今回この靴の差でいうと、このウエスト部分、コードバンの靴のウエスト部分は外側は幅と厚みが残っているのが分かります。ナンバー10の方はウエスト部分ベブレッドウエストにしてしまうので、ベルトの厚みを薄くするんですけど、コードバンの靴外側ウエストは四角く残すので、ベルトの厚みは前部分と変わらずに残してあります。でここに貼り付ける本底はこちらです。これはオークバークのドイツのマルティンの本底なんですけど、これもこのまま使うのではなく裏側加工してあります。これはねほんとめちゃめちゃ地味なんですけど、この端っこの部分を少し厚みを薄くします。そうすることでソールの底面の綺麗な丸みと均一なコバを作ることができます。この貼り付ける前のソール一つとっても実はいろんな加工をしております。またこの加工の様子は次の靴以降で動画にしようかなと思ってます。今回は中物の制作風景を動画にしました。靴になってしまうと見えない部分なんですが、出し縫いだったりソールの見た目だったり、あとは履き心地っていうところにかなり重要になってくる部分なので、完成したら見えなくなっちゃいますけど、この動画を思い浮かべて、この靴の中身こんな風になってるんだなと、想像していただけたら嬉しいかなと思います。それではまた。